J-Wave Across the Sky をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの住野隼人です。東京建物 Music of the Spheres、 宙には人には聞こえない音楽がある。このコーナーはニューヨークを拠点に活動する僕住野隼人が音楽を通した様々な出会いを語るひとときをお送りしています。今回は先週に引き続きピアニストの小曽根誠さんとお届けしていきます。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。今年もよろしくお願いします。はい、先週はいろいろな話を僕らの出会いから、はい、ね、出会いとかカーネギーホールのデビューの話とか、はい、いろいろ話しましたけれども、ラプソディンブルーの、僕が中学とか高校の頃に小曽根さんの演奏をよく聴いてたっていう話もしてましたけれども、小曽根さんといえば、ジャズピアニストとしてキャリアを築いてきたさなか、クラシックの世界に突如としてこう現れ、もう20年くらいですか。20年経ち、2003年だからもう23年目に入りましたね。からもう本当に名だたるオーケストラや指揮者の方々と。いやー、だけど隼人君が僕の東京のラフニを見に来た時は死ぬほど緊張しましたね。なんで呼んだんだろうって、僕来てって言ったけど呼ばなきゃよかったと思うぐらい本当に緊張して。小曽根さんでも緊張されることあるんですね。しますよ。いや、未だにクラシックの時はもうみんなででターンってこうチューニングし始めるとやばいと思いますね。やっぱりね、もうこれ出てって弾かなきゃいけないんだと思ってポーカーフェイスで出てきますけど、やっぱり嫌だな本当に、ね、いや僕なんかオーケストラの時の方がソロリサイタルの時よりも緊張しないかもしれない。でもそれは僕わかりますよ。だってソロリサイタルってもう自分しかいないから。そうなんですよ。だから僕言われますよ。そのクラシックのレパートリーでソロリサイタルしませんかって言われて絶対しないって僕言います。これは無理って本当に。クラシックの曲を入れたプログラムで僕のコンサートはやりますけど、だけどクラシックレパートリーだけでピアノリサイタルっていうのは僕にやっぱ無理かな。ある意味あんまりやる意味がないような気もするし、なぜなら僕よりもっともっとその曲を深く理解してちゃんと弾ける人もいっぱいいるし、だから僕が行くんだったらやはり僕にしかできない音楽をやりたいと思うから、コンチェルト弾く時もそうなんですけど、だからリサイタルになったらね、さらに自分のものとして弾きたい、そうですね。でもそのラフマニノフ2番を見に行かせていただいた時も思いましたけど、なんかそのラフマニノフがなんかそのアメリカに飛ぶじゃないですか、と言って、なんかそのアメリカ音楽の影響もその後には受けると思うんですけど、なんかそのエッセンスが、そのアメリカに行く前のラフマニノフ2番にもこうなんか現れてるような感じで、とても新鮮に本当に、楽しく聞かせていただいてたんですけど、とか思わなかった？全然いや、時ほら特にNHK が録音してたから。録音してたんですか？そう、ラジオで。録音って嫌ですよね。それで、だからゲネプロを、通し稽古をガチで弾いたんですよ。で、僕の手っていうのはやっぱり、そのクラシック何十年弾いてきた人の手のように、筋肉がきちっとついてないので、だからそのジャズ筋肉はついてると思うんですけど、ああいう特に2番って細かいパッセージがいっぱいあるから、あれを出すにはやっぱり相当のちゃんとしたそういう筋肉がいると思うんですよ。でそれを結構ゲネプロで録音した時に使い果たしちゃってて、それで本番前に小曽根さんじゃあお願いしますって言って15分前ぐらいに言われて、さあちょっとさらおうかなと思ってピアノのとこ行ったら手が動かなかった。でも真っ青になっちゃって、あの時もうフルハウスだったし、で住野君来てるしだから僕言ったもん、後ろの東京の人に、すいません危険ってできないんですかねって本当にそれぐらいまたまたとか言われたけど、でも本当に真っ青で出て行って、だからもう最初はもう負け戦になるんじゃないかなと思って、すごい怖かったのを覚えてますね。弾きながらなんかこう自分の何年か築いてきたクラシックのキャリアがこうパラ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 っとこう砂のよくおっしゃる。いや本当にそれぐらいね、一楽章はね、僕は時は
ああ終わったなと思いながら聞いてましたね。でもジャズの方はファーストセットセカンドセットやるじゃないですか、はいはい、どっちも全力で。そういうわけでもないです。ゲネプロと本番でやっぱりもうスタミナが全然違うから、使う筋肉違うから、使う筋肉か、だからね、やっぱりそれ鳴らさなきゃいけないし、あの時ガラン・ギルバートだったから、はいはいはい、アランは容赦ないですから、はい、僕がここゆっくりって言ったら、いやゆっくりするとあれがエネルギーが出ないからダメだって。もう山岳賞なんかめっちゃくちゃ速かったですよ。アランの指揮はね、めっちゃこうエネルギーが推進力とエネルギーでしょ。それを隼人君みたいな人にやるならわかるよ、ちゃんと弾ける人に。もうギリギリでやってる僕に見つけてこないでよと思うぐらいまあなんとかなりましたけどね、コンサートもね。まあそんな。アラン・ギルバートで言うと、僕も2027年にね LDR で初めてはいつだったんですか？ニューヨークフィルですね。ニューヨークフィル。2014年に日本に来た時に、はい、ラプソディブルーをアランと一緒にやって、はい、でそれからアランとすごく急に仲良くなって、彼実はジャズも大好きでドラムを叩くんですよ。ドラム叩くんですか？そうで2014年に来た時に実は遊びで僕がジャズの仕事をブッキングして、僕のクインテットに入ってドラム叩いたんですよ。そうそう、その音もあるし映像もあるし。見たいな、今度見せますよ。本人は嫌だって言うからこっそり見せてくれる。こっそり見せます。それでその後2017年のバーンスタインの、レナード・バーンスタインの100周年の時にニューヨークフィルの定期で僕が行って、その前半ラプソディブルーで後半がバーンスタインの不安の時代っていうのを。じゃあどっちも出て。そうそう、前半後半それも結構きつかったですけど。本当ですよね。はい、頑張って弾きました。というとシンフォニーですけど、もうピアノがもうほぼ。そう、あれも素敵。あれ弾いたことある？あれはねまだなくて。僕は隼人君の聞きたいな。そうなんです。2027年にこれも演奏する機会が何個か。あれは絶対面白いですよ。そう、それこそバーンスタイン賞っていうのを去年2025年にいただいたんで、それのきっかけでそのバーンスタインやりませんか？それどこでやるの？それは言っていいの？ちょっとまだ言っていいかは分かんない。じゃあちょっと不安の時代ちゃんと見に行けるように今度こそカーネギーホールの時にミスらないようにそこちょっとスケジュールチェックしておきます。ぜひ、はい、たまたまスケジュールがもう合わせます今からまだ間に合うから今だったらはい、ということで、今日はですね、なんと特別にスタジオにカシオの電子ピアノのプリディアと、そしてヤマハのモチーフ2台のキーボードが用意されているということで、これ見よがしにキーボードが2台置いてある。これ弾きなさいってことですよねこれは弾きなさいってことでせっかくなんでちょっとセッションできたらなと。何やりますか？思います。こんな時期なんで、くるみ割り人形のコンペイトーの性の踊り、タラランタ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 ラレンタラレンタラ、これを面白い感じでできるんじゃないかなと、大曽根さんと思って。じゃあ、セクションがあるんですよね。セクションが、そうですね。タタタン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 タタタンタランっていうのがA だとすると、真ん中に B セクション。タララララララ、ちょっと不思議な感じになる。あそこB セクションをドミナントか一発で遊ぶみたいな。やってます。で、ちょっとチェレスタのカデンザっぽい。だからそれも不穏な、不思議な空気が。続いてまた A に最初に戻ってくる。で終わる。やってみますかね。を交互に行き来するような ABABA、そんな構成でやってみますか。じゃあ僕音変えて、僕エレピの音でやりましょうか。いいですね。僕はピアノのままで。そしたらどっちが間違えたかよくわかるなんでこういうことを言うかね。何のテストや何のテストやねんいやでもね、ちょっと楽しそうですね。ラジオなんで音が違った方がわかりやすいですからね。はい。それではやってみましょう。はい。
したけど。明らかに僕の方が間違いが多かった気がする。いや、僕の方じゃないですか？何の勝負か分かんない。勝ち比べしてる。負け比べみたいな。負け比べいや、でも楽しかった、ね。楽しかった。めっちゃ、意外と複雑ですね、この曲。そうそう、A セクションの、こう、ディミニッシュコードで、タララン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 と降りてくるところが、微妙に難しいですよね。あと、この小説の長さが、最初3小節あってから動くっていうのがあんまり普通4とか、だいたい4がほら、キレのいい動きじゃないですか。それから3小節とかだと僕らやっぱりちょっとノッキングする感じが。ああ。ね。まあまあまあ、3拍目から変わっているという解釈もできますけど。僕は感情ができない。ああ、なんでもないです。でも確かに皆さんどうだったかな？楽しんでいただけたかな？感想などもしあれば送ってください。よろしくお願いします。いやー、でもやっぱなんか即興でお互い会話するみたいな楽しさってもう本当に、まあ先週も話しましたけど、ブルーノートで飛び入りでやらせてもらった時とか、本当に会話なんだなっていうことをその時に肌で感じて、なんかそれからすごくなんかその会話であるっていうことを意識するようになったんですよね、僕は即興をやるときに。素晴らしい。そうなの、会話なんですよね。だからもちろん音楽だけやってると、そのハーモニーに合った音とか選びとかリズムとかってあるんだけど、結局はなんか僕らが一緒に演奏したい人とこう見てる時っていうのは何を見るかって、その人が何を出してくるか、どう出てくるか、何を言いたいかっていうのが見てて、でそれが例えばどう感じるかっていうのはもちろんその弾いてる音の音楽的な話じゃなくて、今ドキドキしてるなとか、ここなんか面白いの見つけたなこの人とかね、なんかそういうエネルギーが来るとそれに対して僕らすごい反応するんですよね。だからそれが楽しいよね、やっぱり2人でやってると。そうですね。さっきもねあえて怪しい音をいっぱい弾いてきた時に相手がどんな顔するかなっていうのを見てそんな音弾いちゃっていいのみたいな顔したりとかあるじゃない、そうですね。そうすると皆さんね、隼人君早いんですよ。すぐもう名前の通り隼人なのでもうなんか反応がね早くてすぐ帰ってくるからなんかすごいいい野球やってるよな。でも小曽根さんおぞなのに早いですよね。いやーそうかな早く見せてるだけかでも本当に会話ですよね。それがすごい楽しかった今も。ありがとうございます。とんでもないです。なんか即興とか今までこう音楽の会話なんかで覚えている、印象に残っていることとかありますか？学生の時はやっぱり僕世界で一番早く弾けるピアニストになりたかったんですね。やっぱり若い時ってもう本当にそこしかない部分があるから、だってね20年ぐらいの人生だとまだそんなに甘いも辛いも分かんないし、だけどそれをこう見たゲイリー・バートンに出会って、そこからやっぱり物語をちゃんと作るんだよって話を聞いて、そこからただ自分が何ができるかっていうものを出す場所じゃなくて、もうそれはもうできたら OK なんですけど、それを使ってどうやってその物語を人にずっと飽きられない物語をちゃんと語っていくかっていうことをすごく言われたのと、あとは伴奏、バッキングに対してすごくやっぱり厳しく教わったのはありましたね。伴奏するっていうのは相手が何を言いたいかをちゃんと読まないと、ただ音楽的にリズムが合ってるとかだけじゃなくて、多分こっち来るんだろうなとか、そういうある程度山をかけて読んでいくみたいな、そのためには相手のボキャブラリーが分かってないと、その会話が進んでいかないみたいなのがあって、そこはね相当彼のバンドで僕は鍛えられたかなと思います。だから歌番とかするのが僕大好きな、歌の伴奏とか僕も好きですね。歌番ってすごくいっぱい勉強できるじゃないですか。その呼吸の感じとか、やっぱりその人を気持ちよくしたいから。もちろん。でもあんまりずっと寄り添いすぎると今度もっと刺激が欲しいみたいなことを言う人もいるし、その辺のそれも会話ですよね。だからね。そうですね。だからそこはすごくジャズやってて
自分が20代後半ぐらいからかな、そこはやっぱり印象に一番残ってるかしら。なるほど、その感覚って例えばオーケストラとやる時とかも同じですか？同じ。だからクラシックのソリストの方って結構がっつり作り込んで自分はこれをこういう解釈で弾くって持ってくるじゃないですか、でそれにオーケストラがつけるっていう形が多いと思うんだけど、僕の場合はオーケストラと指揮者がどう出てくるか待つから、で出てきたらそれに乗っかっていくところがすごく大きいんですよね。だからラプソディーブルーやっても毎回全然違うラプソディーブルーになっちゃうし、っていうか自分が何弾いたか覚えてないっていうのが一番そこが一番正直かわからないけど、だからそこはやっぱりジャズ的なアプローチで僕はやってるかもしれないですね。いやそこは僕も似てますね。オーケストラでやる時も、特にラプソディーブルーなんかは本当にオーケストラによって弾き方もテンポとかも持ってるものが全然違ったりするから、指揮者もねやってね、だからそれに自分に合わせてもらうんじゃなくても自分が合わせに行く方がセッションだもんね。なんかこちらも楽しいというか、いや僕もその方がやっぱりコンチェルトだから、ピアノっていうオーケストラと2つのオーケストラがこう会話セッションしてるみたいな感じがねできるとすごく素敵ですよね。そうですね、ありがとうございます、そろそろお時間と話が尽きない話は尽きないですけど、番組の時間延長しましょう勝手に人の番組ってすみませんいやでもまだまだ来週もそうだご登場いただくんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。何かお知らせあれば。私小曽根誠のトリオトリンフィニティ新しいアルバム For Someone 1月21日リリース、どなたかのアルバムと同じ日にリリースですよ。そうなんですよ。ショパンオビットという、これは困ったな困らなくていいかいやでも本当に偶然ですけど、でその、アルバムのリリースライブが3月の4日と5日ブルーノート東京であって、その後3月の9日には大阪のビルボードライブでトリオでライブやります。行きたいですね。これもね、もし日本にいらっしゃったらぜひぜひ来てください。ちょっとアメリカにいました。やっぱりそうなんだよね。ということで小曽根さんには来週もお登場いただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。角野隼人がお届けしてきました東京建物ミュージックオブザスフィアス。最後にお知らせです。1月21日にニューアルバムショパンオービットをリリースします。全国ツアー2026ショパンオービットも1月30日からスタートします。詳しくはオフィシャルサイトをチェックしていただけたらと思います。東京建物ミュージックオブザスフィアスではオリジナルロゴ入りノートを毎週5名の方にプレゼントします。アクロスザスカイのウェブサイト右上バナーのメッセージトゥスタジオからノート希望と書いてご応募ください。それでは引き続き小川沙羅さんナビゲートの J-Wave アクロスザスカイでお楽しみください。来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでは角野隼人でした。